南アジア、ミャンマー、軍事クーデターが起きたあの日、この国から自由は消え去りました。軍による独裁体制は今も続き、市民は徹底的に弾圧されています。抵抗の声を上げた者を待っているのは理不尽な逮捕と想像を絶する拷問の日々です。今回は政治犯やその家族を支援する現地の団体を取材します。ミャンマーが歩んできた苦難の歴史、そして今も続く軍の残虐な支配、その実態に迫ります。お昼ご飯を食べ終わりましたので、これからですね AAPP 政治犯支援協会というね場所があるみたいなんで、そこに向かおうと思います。はい、じゃあ我々 AAPP のミュージアムに到着したということで、 AAPP っていうのはどういう団体なんですか？政治犯支援協会といって、特にミャンマーがビルマですね、拘束された政治犯たち、要は不当な理由で逮捕された人たちの記録を残すために作られた、小さな博物館ですね。でこの団体は2000年頃からずっとそういう投獄された人とか殺害された人とかのデータをずっと収集して集めてるんですね。データを集める前は特にインターネットとかもなかった時代、ミャンマー国内、ビルマ国内で、当時のビルマだったんですけど、ビルマ国内でどれだけ人が拘束されていようが殺されていようが、なかなかそれがちゃんとしたニュースとして知られることがなかったし、またそういったものをちゃんと証拠として集めることが難しかった。でそれに問題意識を感じて88年民主化運動が起きたんですけど、それに参加していた当時の若者たち、彼らの中には5年10年と獄中で過ごした人もいますと。当時の記憶とかも振り返ってちゃんと記録を残していかないといけないと思って作ったというふうに聞いています。なるほど。政治犯って日本ではなかなかね耳にすることがないと思うんですけど、ミャンマーの軍事政権に対して、反対の声を上げるだけでも政治犯になってしまうっていう。そうですね、もちろんそれがデモをするとか、武器とかを持たずに平和的なデモをするだけでもそうですし、極端な例だとそういうメッセージを SNS で書き込んだとか、あるいはそういう表現活動をしたとか、こういう絵を描いた、こういう曲を歌ったとか、そういうことでも捕まることがあります。で今の状況で言えばもう本当にその軍事政権に対して、ちょっとでも不利益になる、彼らが不利益だって見なしたらもうそれはイコール政治犯として扱われてしまう。なので今 AAPP のホームページをじゃあ見るとですね、はい、映していいですか？カウントが出てますね。29,955。そう、今日の時点だと29,955がこれまで投獄されて、 AAPP 創設以降記録されているだけでも約3万人、これはクーデター以降なんです。これは2021年以降だけで2021年以降だけで、その下なら315っていうのは still detained including なんて書いてます？センテンス。ちょっと待ってね、これどういうことだろう。いや、もっといるはずだよな。なんかおかしい、リロードしたらおかしくな戻りました。これが今も投獄されている人、だから解放された人を含めて29,955で、今も獄中にいる人が22,637人、殺害された人が7,458人、解放された人は7,318人。なるほど。これはだから市民だけでそうなので、その民主化兵士とかが亡くなった人とか含めたらもっといる。この29,955人のうちの1人は僕も含めているので、そうですよね、はい、僕もこの獄中にいたことがあります。この建物の入り口はこの陰線刑務所の入り口を模しています。こういうふうに実際にこうでっかい扉があって、その中に小さい扉があるんですけど、ちょっとこれよりもうちょっと大きかった気がするけど、これぐらいのサイズのやつをくぐって入るかと思います。なるほど。陰線刑務所っていうのが久保田さんも111日間投獄された政治犯が主にいるヤンゴン最大都市にある刑務所で、政治犯以外も投獄されてますけど、特にクーデター以降の政治犯の割合がどんどん大きくなっていて、かなりの数が政治犯です。その当時の陰線刑務所の中で見た話とかもちょっと絡めながら、この施設の中でちょっとお話を聞いていければなというふうに思います。じゃあここから入っていく感じですかね。おお、写真がたくさん飾ってますね。これはプリズンコンディションって書いてあるので、刑務所の様子について書いてますね。実際に隠し撮りされた写真。隠し撮り、そうですね。だからそういう刑務所とかで撮影とかしてるだけでも相当リスクのある行為。これ
れは多分詳しくは明かされてないですけど、なんとなく何かしら内通者がいて、こっそりその刑務官とか軍側の人間がこっそり隠し撮りしたとしか考えられない。なるほど。ですが、昔のものだとされていて、クーデター以降は多分難しいと思う。クーデターより前の時に撮影されたものじゃないかなと。今ここにミニチュアの模型がありますけれども、これは何の模型ですか？これがインセイン刑務所の敷地をミニチュア化したものになります。ここに久保田君も投獄されていた。そう、ここまっすぐ入って、ここがさっき入った門のところ、でここまっすぐ入っていくと、ここに、事務所みたいのがあって、で取り調べなどを受けてからまっすぐ歩いていくと、ここに監視塔があるんです。で僕がいたのはちょっとこの区画は重要な政治犯や外国人を収容する場所で、その以外のこういったところはメインジェルと言われていて、一般のミャンマー人の、普通の窃盗とかを含めて政治犯が一緒に収容されていますね。で僕はちょうどここの、ここにいました。本当にちょうどこの辺に。これね、ブロック1234って呼ばれていて、これが5か。ブロック4のこの辺に収容されていて、久保田さんのインタビュー記事とかで、ここに連れて行かれる前にお前が行く場所は地獄のような場所だっていうふうに言われたっていうありましたけど、何がインセイン刑務所は地獄なんですか？いやでも正直に言うと、僕が置かれていた環境はかなりマシなところで、実はそこに連れて行かれる前の警察署のその留置所みたいなところが本当にひどいところで、その警察官はそこを地獄みたいな場所だよって言ってたんですよ。なんで正確にはインセイン刑務所じゃないんですけど、留置所はものすごい数の人がぎゅうぎゅうに押し込められていて、本当なんか鳥小屋みたいな場所に押し込められていて、そこはかなり状況がひどかったです。そこにいたのは5日弱で、その後インセイン刑務所に移送されて、ここでは独房でした。独房本当あれを模したような、あれがレプリカみたいになっていて、鉄格子とか本当そっくりな感じです。いますね。はい、ちょっとじゃあそっちも閉まってる状況。作りがそのままなんです。すごいよくできていますね、本当に。こういう鉄格子が鉄の状があって、こうなってこれで止める。こっちからなので開場されるときはこうやってやっておお、すごい。そっくりだけど、実際の天井はもっともっと高かったし、もっとこうガサガサしていたから。なるほど。だからここはもう本当外なんですよね。ちょっと日差しがあるけど、それを除いたら外だから、雨風とかは入ってくる感じ。でも地面は本当にこんな感じなんですか？むき出しみたいな。むき出し、もっとゴツゴツしてるけど、それになんか木製のスノコみたいなベッドがあるのみで、奥の方にちょっとなんかトイレがある。ちょっと壁がここにこれぐらいの壁があって、その奥にちょっとトイレのスペースがあるんだけど、それだけのところにこう一人でいる。なるほど。ここにいろいろ写真がありますけど、これっていうのは再現したものかな？そう、これは拷問の様子を再現したもの。一部実際の拷問の写真も使われているって聞いた。ああ、なるほど。こういうきつい体勢を取ることで、自白を強要したりとか、いやー、縛り上げたりとか、ああ、なるほど。あとはなんか溺死寸前まで水攻めしたりとか。こういう状況で殴る蹴るってことが行われているわけですね。僕自身は外国人だったから、そういった拷問を受けることはなかったんですけど、僕がもし地元のミャンマー人だとしたら、かなり容赦なく拷問されていただろうし、それによって命を落とすっていう人も実際にたくさんいるわけですよね。外国人だから手荒な拷問されなかったっていうのは、向こうとしても、一応その日本という国との関係性みたいなものをやっぱちょっとこう意識していたみたいなところがあるんですかね。そうですね。やっぱり外国人の人、特に解放された後とかにもそういうことを言われるとやっぱちょっとまずいと思うんですよ。確かに。あくまでもやっぱりそういう外交の一つのカードだったりするし、僕が解放された時には他に3人の著名な外国人と一緒だったんですけど、そういうふうにこう外圧を逃れるためにアピールするわけですよ。外国人の一気に解放してアウン・サン・スー・チーの経済顧問だったオーストラリア人とか、元イギリスの大使だったビ
キーボーマンって人とかと一緒に解放されたので、そういうふうにこう外圧を逃すためにカードとして切られたみたいな。なるほど。ある意味その諸外国からのその反軍事政権の声をちょっと和らげるための、ちょっと言い方もあれだけど、なんかこうアピール材料として使われてしまったっていう。そうなんですね。ミャンマーでは軍事政権ができて以降何度か大規模な抗議活動が起きています。代表的なものは例えば1988年に起きた88運動と呼ばれる大規模な抗議活動。その時にはですね、軍隊がデモを弾圧して数千人の方が亡くなるっていうようなことが起きたんですけれども、それに加えて2007年にサフラン革命と呼ばれる非常に大きな抗議活動が起きています。このサフランが何かっていうと、この辺りの写真とか見てもらえると分かると思うんですが、お坊さんが着ているこの袈裟の色、サフラン色ですね。このサフラン色の袈裟を着たお坊さんたちもこの抗議活動に参加をしたっていうことが非常に象徴的な出来事で、お坊さんたちっていうのはそういう政治には関わらないっていうようなスタンスだと思われていたのが、当時軍事政権がですね、そのガソリンの価格を一気に引き上げて 500% ぐらい値上がりしたみたいなんですよね。それにこう大規模に市民がこう反発をして、そこにこうお坊さんたちもさすがにこう黙ってられないということで参加をして大規模な抗議活動だったんですけれども、これもこの辺り写真ありますよね。軍隊によって非常にこうひどく弾圧をされたという事件があります。でこちらの方にね、日本人のジャーナリストの永井健二さんという方、この2007年のこのサフラン革命の時に現地で取材活動をしていた永井健二さんが軍隊の銃弾によって命を落とすということがありましたけれども、その永井さんがこう倒れている瞬間の、まさにこのね、写真もこのミュージアムには飾ってあります。ここから先はですね、ミャンマーの軍事政権ができて以降の抗議デモとか弾圧の歴史についての展示がありますんで、ちょっとね、久保田君に久保田君ってね言っちゃうね今回はね取材をいろいろ恒例としてくれてるんですけど、普通に同世代の友人なんでちょっとね久保田君って言っちゃいましたけれども、久保田さんにちょっとねここからのミャンマーの歴史について解説をしてもらおうと思います。はい、こちらから1962年の方からお願いします。はい、ミャンマーって今言ってるけど、本当はビルマ連邦という名前で1948年にイギリスから独立しました。その以前には日本が占領していた時期もあったんだけども、もともとはイギリス領土で日本の一時占領を経てイギリス領に戻り、イギリスから独立してビルマ連邦ができたんですね。でビルマ連邦ができてからは、それから1948年一応民主主義が整った体制ではあって選挙も行われていて、少数民族にも一定の自由が与えられていたんですね。しかし1962年にネウィンという人が軍事クーデターを起こしました。でそれ以降ずっと軍事独裁の時代が続いていって、その後一時的にアウン・サン・スー・チーさんが政権を実質的に握っていたかりそめの民主主義の時代があって、でその後2021年に例の軍事クーデターが起きて、その後もう全国的な内戦状況に陥ったっていう、そういった大きな流れがあるんですね。でこの AAPP では1962年からのずっと何度も繰り返されてきた抵抗運動、抗議運動とそれを弾圧してきたっていう歴史が飾られています。でこれ時系列になっているんですけど、あまりデータとして扱われてこなかった人たちの声を残していこうっていうのが AAPP の狙い、のようです。でこれが62年ですね。この時は本当白黒の写真しかなくて、この時どれだけの人が亡くなったとかも正確なデータっていうのはないとされていますが、この時も中心となったのは学生たちでした。スチューデントムーブメントって書いてますね。学生運動と日本語にすると。そうでその後、こっちは74年と書いてありますけど、これウータンっていう国連の大使を務めていたビルマ人の人がいたんですけど、彼を支持する運動、彼は軍事政権に対して批判的だったので、そのウータンを支持する運動がまた軍に弾圧されるということが起きていたと。なるほど。一番有名というか、大きな転機だったのは88年に行われていた88運動。88運動っていうと60年代生まれの人とかが多かったと思うんですけど、今抵抗している人たちのちょうど親世代になったのかな。なるほど。この時も大規模な抗議運動が行われていたんですが、まだあんまりちゃんとしたジャーナリストとかデジタルメディアもなかったので、記録はこれでもあと限られていたと言われていますね。この写真見るだけでもものすごい数の人が道に出て抗議活動をしているっていうのが分かりますね。そうなんです。ちょうどこの時期にアウン・サン・スー・チーさんとかが運動に加わるようになって、民主化への強い思いっていうのが体現していった。アウン・サン・スー・チーさんが NLD、そのミャンマーの2021年のクーデターが起きるまで政権を持っていた、民主派の政党か
ができたのが1990年でしたね。またこの時も総選挙が一応行われたんですよ、その軍の主導の下で行われた総選挙でアウン・サン・スー・チーさんが率いる NLD 国民民主連盟が大勝したんですね。もう当然これだけカリスマ的な人が出てきて、またそのビルマを独立に導いたアウン・サン将軍のその娘なので、とても強い求心力があった、で大勝したんですけど、その選挙の結果をまたこの時も軍は無視して覆したんです、でその後アウン・サン・スー・チーさん長い間自宅軟禁をされてしまいます。はい、その話はね、日本でも相当報道されてたんで、なんかアウン・サン・スー・チーさんで聞くとやっぱ自宅軟禁のイメージを持つ人も多いんじゃないかなと思います、そうなんです。だからこれに対してもやっぱりみんなデモをしたし、88の時に捕まった人たちもいて、その時にですね、90年代から2000年代にかけて5年10年あるいは20年近く獄中にいたっていう人も多くいますね。で AAPP を作ったのも実はそういう人たち。今、社会の中で比較的50代とかある程度地位のある人たちがやっぱ88運動を経験した人たちで、その時代に政治犯になって逃げてきた人たちが多い。50、60代かな、大体60代半ばぐらいの人が多くて、今のその民主化運動の中でも結構強い力を持っていたりとか、その下の世代とうまくやり取りをしながらやっているっていう。なるほどですね。ちょっと先回りになっちゃいますけど、2021年の軍事クーデター以降の若い人たち、Z 世代の人たちが中心になって SNS が活用しながら抗議活動をしたって言いますけど、それをバックで支えてるのがその88世代の人たちなんですよね。そうですね。だからこのメソッドにも88世代の人はやっぱり多くいるし、そうすると地元のタイの人たちとのつながりもあったりして、古くから民主化活動をしている人たちっていうのはそういう国際的なつながりも持っている人もいるし、いろいろ世代間のいろいろなギャップはあるみたいだけど、それでも経験を生かしながら一緒に民主化活動を応援しているっていうような印象です。なるほど、この90年代も引き続き抗議活動とかが行われていて、この2007年っていうのは先ほど僕がちょっと説明したサフラン革命ですね。でそれもひどく弾圧をされて、お坊さんに対しても弾圧をするっていうのがなんか衝撃というか、ミャンマーとかそのタイみたいなこの辺りだと仏教がすごい力を持っている国々であっても軍政は容赦なく弾圧をする。そうですね。やっぱりお坊さんに対してはそこまでやっぱりなんていうか軍事の中でも躊躇する人はいたみたいですけど、それでもやっぱり上からの命令だとそれを鎮圧する、逮捕するっていうことは当然のように行われていた、で永井健二さんが亡くなって自殺されたということもありました。この辺になると写真もかなり綺麗になって2015年の学生展で、そろそろスマホも普及したんじゃないかなっていうことで、2015年はこの時もその学生運動だったんですけど、その軍の中心のその教育システムの中でもそういう結構仏教的なナショナリズムとかビルマ族中心の歴史を教えたりすることに対してだったりとか、あとはその学生連盟とか学生組合とかのその活動を制限するようなそういう法律ができたことに対して抗議運動をしていったと。なるほど。でその時にまたたくさんの学生が捕まって亡くなった人もいたんですけど、その直後に総選挙があってアウン・サン・スー・チーさんの政権になったことで解放されたっていうのが2015年の運動ですね。なるほどなるほど。この2015年以降は2016年から20年にかけてのその5年間っていうのは NLD の第1期政権、アウン・サン・スー・チーさんたちの第1期の政権があって、なんかその頃っていうのはミャンマーは比較的落ち着いていたんですよね。僕のイメージでも僕の友人とかでもミャンマーで起業している人がいたりとかして、なんかそのイメージがやっぱ僕は強いんですよね。学生の頃そういうミャンマーに行って何かするっていう人もいたんで。そうなんですよね。だから2011年とかの民政移管から始まって、特に2015年に選挙が起きてそのスー・チー政権になってからは少なくともそういうその中でもデモとかはかなり制限はされていたにせよ、表現の自由も比較的担保されていたし、そういう投資もどんどん呼び寄せていって、アジア最後のフロンティアって呼ばれていったりとかしてですね、結構自由があったという一方で、アウン・サン・スー・チーさんも実は政権を握っていたと言いつつも、重要なその軍の国防省とか入管に関する権限とか内務省みたいなかなり重要な省庁に関しては制限、その文民政権の力が及ばない状況だったんですね。なのであくまで軍人が全て管理をする、だからシビリアンコントロールが効いていない状況だったんですね。でしかも議席の4分の1はあらかじめ軍の人が占めている。憲法で2008年作られた憲法で確か 25% はその軍人が占めるっていうのが決まっているから、しかもその憲法を変えたくても 75% 以上の賛成が必要なんですよね。だからもう実質的にもう結局やっぱ1962年の軍事クーデター以降長い年月をかけて作られたその軍政の基盤みたいなものがあるから、アウン・サン・スー・チーさんも全部をコントロールしきれなかったっていうところが
そうですね。でその一方で少数民族は一部は停戦が実現していたけれども、一部では未だにその少数民族への弾圧は続いていたし、ロヒンギャっていうムスリムを中心とした民族に対しては大規模な虐殺が2017年に行われていたりとかですね、スー・チーさんの時代でもやはり平和かというとミャンマー全土は平和とは言えない状況ではありました。でもこの2015年のあって、でこちら側が最近のその2021年2月1日以降の話ですかね。かなりちょっと YouTube に出すことできない真っ黒焦げになった遺体の写真とか、もう元の形をとどめてない遺体の写真とかもあるんで、ちょっと全部をねお見せすることはできないんですが、こっち側を中心にちょっと久保田君にぜひちょっと解説をしてもらいたいと思うんですが。これまでもこうやって抗議活動が行われていましたけども、この時の抗議運動は最も大規模だと言われていて、なぜ起きたかというと2020年の冬にですね、もう一回その2回目の総選挙が行われたんですよ。でその選挙の結果、またアウン・サン・スー・チーさんが率いたその NLD が大勝したんですね。でその選挙結果を軍が不正があったと主張して選ばれた議員たちを次々と拘束し、議会を占拠した、緊急事態を発令したということですね。それは彼らが2008年に制定した憲法でそういう緊急事態を発令したらそういうことができるっていうふうに言っていたんですけど、それに対して当然人々は抗議をして、もう当然ですよね、そう選挙をして選ばれた人がいたのにそれを全部無効化されてしまって、でまた以前の闇の時代に戻ってしまうと、それまで割と自分たちの未来っていうのを自分で良くしていくことができたと信じていたのに、特に若者たちはそうやって怒ってデモを信じていったという。この3本指を上げるっていうのも一時期ね、すごい SNS で見てましたね。3本指を抵抗とクーデターに反対するという意思を表していますね。これはあれですね、鍋を鳴らすっていうのがもともとのミャンマーの風習で、悪魔を追い払うみたいな、悪霊を払うみたいな意味で、軍のことを悪霊みたいに追い払おうとしたんですね。で初めやっぱり平和的に完全に非武装のデモしてたんですけど、軍はそれを実弾で応酬してですね、こういうふうにデモの最前線にいた人たちの一部は結果的にその非武装の運動に限界を感じて武器を取って、そういう少数民族の下で訓練を受けて、今その民主派のその抵抗勢力を形成して国軍と戦っているという状況です。そのミャンマー内戦状態っていうふうに言われてはいますけれど、その大都市ヤンゴンとか第2の都市のマンダレとか、そういった地域で戦闘が起きているっていうよりかは、いろんな地域に散らばで、特にやっぱりいわゆる地方のジャングルとか、そういう場所で戦闘が起きてるっていうイメージですか？そうなんですね。国境をやはり中心にして最も激しい戦闘が起きているんですが、一方でそういった勢力が徐々にそういう都市部に迫っていた時期もあって、マンダレーなどもかなり都市部に近いところまで抵抗勢力が攻めていったという時期もあったりしました。都市部は確かに今でもその軍が完全に支配しているので、そういう大きな都市に関しては飛行機で飛んでいくと、一見平和に見えるかもしれないですが、実は本当数十キロとか離れたらもうそこはいろんな勢力が支配して実は戦闘が起きていたりとかっていうことがあるわけですね。ここの展示は「Fallen Heroes」って書いてますね。命を落としたヒーローたち、亡くなった日付とそれから場所が書いてありますね。例えばこちらの男性だとニャン・ウィン・ウーさんなのかな、2021年の7月20日ヤンゴン総合病院で亡くなったっていうふうに書いてますけれども、中にはすごいちっちゃい子、女の子もいますね。ジュリー・サンちゃん、2021年の10月に亡くなった場所はね書いていないですけれども、インテロゲーションって書いてあるんで、こちらの方は2022年の7月に拷問によって命を落としている、そういったことが記録されていますね。ポリティカルプリズナーズスプリングレボリューションって書いてあるんで、2021年の2月以降のクーデターで捉えられている政治犯の人たちの写真ですね。見るとなんかすごい若い女性とかもいます。おそらくですけれども、その抗議活動に参加をしたりとか SNS で国軍を批判するようなことを発信しているという理由で捉えられて、しまって、未だに解放されていない人たちのごくごく一部だと思うんですけれども、その写真がたくさん飾ってあります。そしてこっちにはね、おそらく視聴者の皆さんも知ってるだと思いますけれども、アウン・サン・スー・チーさんの写真であるとか、こちらはウィン・ミン大統領
の写真であるとか、ミニスターズ・イン・プリズンなので、おそらくですけれども NLD 政権の時の大臣たちが今捕まっていると、政治犯として捕まっていると、そういった人たちの、展示もありますね。この足かせこれをつけて歩かされる。そう、これをつけて裁判所に連れて行かれる。結構重たい。確かにここに足を入れるんですか。これね、足がなんか実際にはこれなんかね、こういう金具になってて、これをこうつけてここに秒を刺してカンカンカンってやる、その専門の人がいて、でこれも腕にこうかけて、こういう姿勢で、そう、腕をこう持つ感じ。これを持たないと歩けないじゃん。ああ、そういうことか。ここに足を入れて、そう、これを経験しました。走ったりもできないもん。AAPP 政治犯支援協会としては、こういった展示を通じて世の中の人たちに何を伝えたいと思ってるんですかね。あくまで僕もそういう投獄を経験したうちの一人として言うと、日本とかで生まれ育つとですね、そういう不当な理由で捕まって自由な表現ができないっていう社会っていうのをなかなか想像できないと思うんですけど、彼らが標榜している通りですね、政治犯がいる限りミャンマーは自由ではない、ビルマは自由ではない、本当にその通りだと思っていて、自由な発言ができない、自由な政治的な自由もないっていう状況だと、やっぱり人はまともに未来を見ることができないし、デモをしているのも本当のところはやっぱり直接のきっかけでそのガソリンの値上げだったりとか、あるいはその紙幣を無効化されるとかですね、そういうめちゃくちゃな理由だったりするわけですね。そういうことに対して何も言えなかったら、本当に軍の奴隷のように生きるしかないじゃないかっていうことなわけですよね。ある程度自由が担保されている日本のような国においては、それをどうやったらちゃんと守っていけるかってことを考えないといけないと思うし、自由と民主主義っていうのはそういう表現の自由っていうのがやっぱ根幹にあるので、そういったものが奪われてはいけないだろうと、それをやっぱり一番伝えたいんじゃないかなと思います。僕もそのたった111日、4ヶ月弱ですけど、獄中を経験したので多少分かるとすると、中では全くその写真とかの記録が残んないんですよね。だから中にいると本当に忘れられたようなんです、他の世界から完全に断絶されたような気持ちになるし、それが1年2年じゃなくて5年10年って、耐え忍んでいる人たちのことを思うと、それを経験した人からするとですね、やっぱりそういう人たちのやっぱり記録を残してあげたい。彼らが今もそういう獄中にいるってことを多くの人に知ってほしい。そうすることで彼らに敬意を示したいし、彼らのその自由のために活動したってことが無駄ではないんだ、意味があるんだってことをまた次の世代にも伝えたいんじゃないかなと思います。クーデター当時の生々しい写真や拷問の実態を伝える展示の数々、軍による支配の現実、そしてそれに抵抗し続ける人々の苦難の歴史、動画を通して現地のリアルが少しでも伝わったでしょうか。ぜひ皆さんの率直な感想をコメント欄で聞かせてください。ミャンマーは歴史的、経済的、そして政治的にも日本と非常に深い関わりがある国です。だからこそ最も大切なのは関心を持ち続けることだと私は思います。もし今回の動画を通じてもっと深く学びたい、自分に何ができるかを考えたいと思った方は、私が運営するオンラインサロンシナジーを検討してみてください。今回の取材を案内してくれた久保田徹さんを招いた勉強会も過去に開催しており、今後一連の動画公開に合わせて再び企画したいと考えています。サロンへの参加は私の取材活動への直接的な応援にもつながります。少しでも気になった方は概要欄のリンクからホームページをチェックしてみてください。ミャンマー取材の動画はまだまだ続きます。次の動画も見逃さないようチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。